ウェス・モンゴメリのフレーズやってみたいけどもちょっとどっからやっていけようわからんわと、そういう方多いと思いますが、今日はもうそんな方のためにあると言ってもいいようなフレーズです。シンプルだけどもどえらい濃厚だもんで、やってかんだ損するです。最後までゆっくり見てってちょうよ。ジャズで生活を彩るよ。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日はインクレディブルジャズギタリストウェス・モンゴメリーから学べウエスフレーズやっていきましょう。今日はね、めちゃくちゃシンプルだけどもめちゃくちゃ変態もうねすごいよ。譜面だけ見たらすごい簡単だと思いますよね。だけどもね、これすごいいろんな理論が詰まっておりますので、ぜひともこれを習得していってください。ということでフレーズやる前にまずどこのキーでやってるんだっていうことをね知らないとフレーズをちょっとうまく使いこなせない。なのでキーを探っていきましょう。で今日はキーは B フラットメジャーのキーになっておりますね。なので C マイナー7、2度マイナー行って F7 コード7行って1度に行くという感じのねコード進行になってます。ではいきなりフレーズいくんではなくて、もうちょっとこのコード深掘りしていきましょう。これをやることによってジャズのある応用力を養います。やり方は至ってシンプルで、意識を少し持つだけです。でこちらに興味があるよって方がおりましたら、僕が以前ねアップロードしたフレーズの練習の仕方という動画で詳しくやっております。この動画では簡単に説明しながらやっていきますので、この動画が終わった後にぜひご覧ください。では応用力を養うために何をするんだと、コードを弾きます。さっきやったがね違います。コードを弾くといってもただ弾くんじゃない、コードフォームを意識するんじゃない。では何をやるんだ。コードの持ってる響き、これに耳を傾けてください。ただただ難しく考えることはありません。 B フラットマイナー、暗いな、その程度で大丈夫です。でコードが進行していきますもんで、この2度マイナーからコード7、どう音が変化したか、これをしっかり頭に入れましょう。で5度から1度ね、ドミナントモーションね、安定したなという感じで全然構いません。でこの251というコード進行の上でフレーズをやるっていうのがすごい意味があります。この2つを一緒に考えれるようになったら、他のキーに転調した時も同じようにフレーズが簡単に弾けてしまいます。フレーズばかりに意識がいってしまいますが、コードを含めたフレーズという認識でやっていきましょう。フレーズばかりに意識がいってまいりますが、コードを含めたフレーズということで意識してやってこまい。はい、という感じでコンピング、好きなようにまず頭の中にねコードが鳴るようにしっかり遊んでみてください。ということで大変お待たせしました。それではフレーズの解説やっていきましょう。でこちらフレーズを練習する大事な3つのポイントありますよね。その中でスケールありますよね。どのスケールやるんだと。はい、モードスケールっていうスケールをやっていきます。でまだモードスケールようわからんよっていう方がおりましたらですね、僕がアップロードしたモードスケールについての動画がございますので、そちらこの動画が終わった後に見てください。なぜならばこの動画では簡単に説明していきますのでよろしくお願いいたします。ではまず最初コードポジションありますね。コードポジションどこでやるんだって、ギターってこうね同じ音が違う弦にあったりしてもちょっとワイヤーになってまうがねと、正直こんなもんどこでもいいんですよ。ギターの場合ですね、まずこの6弦ルート5弦ルートのあたりを中心に探していきます。でなので今日はここでやっていきます。で2つ目コードトーンございますね。でコードトーンね、コードの中心となるコアな音ですね。これをやることでコード感がより増してきますのでやりましょう。1マイナーサード571マイナーサード57ね、ここになります。ここの形を見ながらやるのはすごい大事ですね。でコードトーンが終わったらこの間をつないでいくという感じでスケール、ドリアンスケールやっていきましょう。12マイナー3 4 5 6 7 1 2マイナー3 4 5 6 7 1という感じですね。なのでコードトーンをしっかり見てその間をつないでいくという感覚、ここでちょっとわかるかと思います。ということで Cm7 で安心する音分かりましたね。1、2、3、4となります。
最初1拍半休みです。ワンツーで、ここナインスからマイナーサードにアプローチしてと3度で上がっていく感じですね。マイナー3、5、7でナインス、コードトーンプラスナインスという考えです。ね、ワン、ツー、スリー、フォー。お、ね、なのですごいね、おしゃれな音がしますね。ナインスが鳴ってる感じがしますよね。では次 F7 見ていきましょう。今日はですね、こことここのポジション2つ見ていきます。ややこしいね。なので同時にここの2つのコードの影を見るいいトレーニングになります。ではやっていきましょう。まず下からコードトーンですね。135713571となりますね。で、ミキソリディアン123456712345671となります。はい、なのでコード見てコードトーンやってつないでとできましたね。では次こっちのポジション、これですね。このケージドシステム D のフォームなんですね。はいでしょ。こしたらマイナーならほらオープンコードと同じだ。ここを見ながらやっていきます。なのでここ1度5度1度3度、ここの形を見ながらしっかりコードトーンいきます。13571ですね。で、ミキソリディアンつないでいくという感じですね。123456712という感じですね。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、ゆっくり練習してみてください。そうすると135713571結べるわけですね。でスケールもね、開放弦あるからちょっとやりにくいかもしれないですけど、まあゆっくり楽しみながら練習してみてください。ではフレーズいきましょう。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ここまでになりますね。で2度マイナーね、ここ最後ナイスだったね。ここからおおドギツい音、この音に飛びます。ここからここトライトーンっていう、ね、関係ですね。弦5度の関係、地味編のやつですよね。セブンスのここのね関係フレーズでもやると。そうするとね、すごいドキつくるよね、飛んだ時ね。って感じになるよね。僕だけかなでこの音見ていきましょう。1357123シャープナイスですね。はい、このトライトーンね、弦5度の関係ね、これでさえきついのに飛んだ先もすごいきついという感じですね。でこの後半拍休んで、この音なんだ、1357メジャー7度いったよ。なんででしょう。セブンスで使っちゃダメじゃないですかとね。メジャーセブンスになっちゃうよと。まあこれはちょっと、置いといて、これ一通り説明したらいきましょう。メジャーセブンいってここ13576フラット13音、フラット6度フラット13の音ですね。で3度で3度いった後はシャープナイスいってフラットナイスいってって感じですね。でここ、次はトニックなんでまあいいやと。ね、あれここはオルタードだね、普通のね。じゃあなんだこれはと。はい、これはですね、というコードを当てられています。でなんだというと裏コードってやつですね。裏コード
さっき言ったトライトーンあるよね。セブンス F7 の、セブンスとメジャーサードあるよね。ここを残してルートを弦5度移動させると、ね、反対側にあるよということで日本語では裏コードと呼ばれます。でここセブンスね、弦5度裏行ってそこから2-5化するという感じですね。そうするとここ G フラットマイナーね、やりにくいね。1357135713ナインスから行って7度行ってって感じだね。裏コードにすると問題ないんだ。で、この B7 から見ると裏コードね、ナインス行って A7 ス行って6度行って5度行ってって感じだね。でこういう感じだね。なのでこういうねメジャーセブンスね、裏コードにすると使えるわけですね。闇雲に使うと結構ねただ外れてるんだなって思われるんですけれども、ここでしっかりポイントっていうのは裏コードねとかね、コードトーンとかでしっかりこのコード感、裏コードのコード感を出してあげるっていうのがすごい、ポイントですね。例えば会計しないでしょ。ここだけいきなり鳴らしてもここからという感じでちゃんとしっかりこのコード感を出してあげるね。これがこういうね外れたアウトの音を使うコツですね。ただ外れっぱなしになる人が多いのでちゃんと解決するっていうのを意識してあげてください。では最後トニック。とりあえずここ見ときましょう。とりあえずっていうのもあれだけどね、やめとこう。こっち難しい方にしとこう。こっちにしとこう。形状システム G フォームね、見ていきましょう。そうすると135713571になるね。こっちでもいいけどメジャーセブンですね。どっちでも見れるようにしておいて、でスケール123456712345671と、普通のメジャースケールです。ここしっかり見れるようにね、いいトレーニングになるね。ではフレーズいきましょう。123412341234123と、はい終わりです。これだけなんです。この音とりあえずなんだというと、5度ですね。はい。でせっかく今こっちのポジションでやりましたよね。アドリブってもうこれフレーズ弾きっぱなしで終わらないじゃないですか。どんどんやっていくので、例えばワンツーね、こういう感じで見れるようにするっていうのがすごい大事ですね。でそうするとどんどんこっちに行くフレーズも増えてきますので、ね、こっちにもいけるという感じですね。ということでフレーズの解説一通り終わりましたが、まだ終わらんといてちょうよと。なんでだと。はい。今一つのポジションでしかやってないよね。ここのポジションでしか弾けない。アドリブってもっといろんなところで自由に弾けた方が楽しいがね。だもんでセッションでよりこのフレーズが活躍できるように他のポジションでもやっていきましょう。ここまで解説してきましたが、正直自分で自分のミスに気づくのってどえらい難しいですよね。実は昔私も独学で限界を感じていたのでよくわかります。そんな方のための場所を作りました。
レイ大家ジャズギターラボでは全75本の体系的な講義だけではなく、皆様の演奏を直接チェックする LINE の個別添削を行っております。一人で何ヶ月も悩むより1回聞いた方が100倍早いです。最短でニューヨーク直結の本物の音を手に入れたい方は概要欄のリンクを今すぐチェックしてみてください。さてそれでは解説動画の続きやってこまい。はい、という感じでとりあえずいろんなところでね、ここの5弦ルート6弦ルートを中心に展開していくといいでしょう。なのでこの間とかでできるじゃないですか。ここの間ね、ねできるので、こういうのね、ここの最初のフレーズだけでも、いろんなフレーズにつなげられるのでいいフレーズなのでね、やっておくといろんなシチュエーションで弾けるようになる。はい、ということでまだ終わらんと言って超やってなんでたまだ1個のキーでしかやっとらんもんで、他のキーでもやってこまい。どこのキーでもいいです。12キーあれとは言いません。それやると大変なので一つ、好きなキー C メジャー行ったりするとね、意外と全部フラットに物事見れるでいいんですけども、今回ね、近いので他のところでやってみました。はい、いかがでしょうか。ね、E フラットのキー。スタンダードでよくあるのでやっておくとすごい結構使えますね。で、先ほどやってないフレーズをあえてやりましたので、ちょっとこれはこれでさらってみてください。ね、ということでもかなりね応用できてきてるはずなので、最後に僕が2回しアドリブをしてましたのでちょっと見てみてください。はい、いかがでしょうか。こんな感じでウェス・モンゴメリのフレーズから自分のフレーズ、自分のフレーズからウェス・モンゴメリのフレーズね、こうやっていろいろ遊びながらアドリブ練習していくとよりセッションとかで使いやすくなります。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただけると大変励みになります。で特になんとも思わなかったよっていう方がおりましたら、コメント欄に炊き込みご飯とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで、炊き込みご飯って楽だけどいろんなおかずあっていいよねと思う私レイ大輝なんですけども、Facebook や Twitter、Instagram などをですねどれだけ頻度でやっておりますもんで、そちらの方をですねフォローしていただきつつ、皆さんはよなんか書きあとコメント欄で私レイ大輝をちょっといじってみてはいかがでしょうか。全然怒らないので楽しみながらいじってみてください。やりすぎると怒りますけどね。ということで皆様日頃から大変温かい応援ありがとうございます。CD の売れ行きもぼちぼちですので、まだ、購入してないよという方がおりましたらですね、ディスクユニオンさんのオンライン、タワーレコードさんとかいろんなところにディストリビュートしていただけますので、もうお近くのお店等々に、行っていただければと思います。CD が売れたりですね、で最後にですねスーパーサンクスなどをしていただけるとですね、私レイ大輝のテンションが爆上がりしていきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。